はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこんな感じで、フルメタルで作られたキーキャップセットであるオーキーズのご紹介していきたいと思います。はい、本日はですね、オーキーズさんから提供いただいたフルメタルのキーキャップで有名なオーキーズのチタンブラックをご紹介していきたいと思います。で、先日、こんな感じでサテンゴールドのレビューをですね、させていただいたんですけれども、サテンゴールドを触っているうちに、これはチタンブラックも絶対にレビューしたいと思ってですね、レビューさせてくださいというふうにお願いをして、今回、この機会を手に入れたという感じになっています。で、ちなみに先日の配信でも、こんな感じでですね、チタンブラックのレビューをしておりますので、そちらも合わせてチェックいただければと思っております。で、今日の動画ではまずこのチタンブラックのデザインを見た上で特徴、そして打鍵音、打鍵感、そしてですね、今回はスイッチごとの感触ですねを皆さんに見ていただきたいのと、プロ&コンズ、そして感想という形でですね進めていければと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、サテンゴールドと比較しながらチタンブラックをですね徹底解剖していければと思いますから、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。ちなみにテンパパ TV ではこんな形でキーキャップの紹介定期的に行っていますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただいて、新しい動画が投稿されるたびに通知が来るようにしてもらえればと思います。それでは本編スタートです。はい、それではですね、早速デザインの方を見ていければと思います。で、今回ですね、無刻印なんですけども、こんな感じで刻印ありの方もですね、販売されてますので、皆さんお好みの方をチェックいただければと思うんですけれども、見てください。こんな感じでですね、めちゃくちゃ、かっこいいですね。チタンブラックということで、めちゃくちゃ光っているし、光沢はあるんですけれども、なんかテカってるという形ではですね、ではなく、マットな仕上がり方という形になっております。で、ここにですね、フォーミングキーがなんかついていますので、F と J かなのところがですね、分かるようになっているのも、非常に嬉しいんじゃないかなと思っております。で、私ですね、サテンゴールドの時に気になっていた指紋の部分なんですけども、今回黒なんですが、意外にですね、つけようと頑張ってるんですけど、あんまりついてないのが分かりますかね。ほとんどついてないと思うんですよね。なので、この指紋に関しては、意外にですね、このオーキーズに関しては気にしなくてもいいのかなというところが、今回実際にですね、実験してみての発見だったので、それは良かったんじゃないかなと思っております。で、あとやっぱり本当にですね、シンプルなデザインになってますので、その点はですね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってますという感じです。で、このキーのですね、一個一個の重さなんですけども、まず 1U に関しては 6g だったという感じで、6.25U のこのスペースに関してはですね、30g と出ましたので、こんなぐらいの重さ、結構重いですよね。なので、そんぐらい重いという感じです。で、ちなみに、サテンゴールドの時は、この 1U がですね、8g だったので、もしかしたらこのサテンゴールドの方が少しだけ、このチタンブラックよりも重いのかなという感じで思っているところです。で、ベースキットですね。で、購入できる種類としては、こんな感じで、ホームページに出てますから、これは概要欄に貼っておきますので、気になる方、ぜひチェックいただければと思いますけれども、ANSI 配列と ISO 配列、どっちにも対応しているということで、エンターキーですね、ISO エンターも入ってますよというところが特徴的です。実際にこちらにですね、入ってまして、こんな感じでありますから、こんな形で日本語配列にも対応できるというところは嬉しいんじゃないかなと思っております。それでですね、次はこのキーキャップの特徴というところをお伝えしていければと思います。それでは先ほどキーキャップのデザイン見てもらったと思いますので、このキーキャップの特徴というのをですね、5つお伝えしていければと思います。まず1点目なんですけれども、プロファイルがですね、チェリープロファイルという形になっていますよというところです。で、チェリープロファイルは、こんな感じでですね、背が比較的低めのキーキャップセットになってまして、こんな感じで SA プロファイルだったり OEM プロファイルと比べると、やっぱりですね、低めという形になってますので、非常に打ちやすいというところが特徴的なキーキャップのプロファイルというふうになってます。なので、ちょっと背が低いということもありますから、反響音を楽しむというよりは、本当に打ちやすさというところがですね、めちゃくちゃ評判がいいところになりますので、そういうところもあって、万人受けするということもありますから、本当に3000円とか、それぐらいで購入できるキーキャップセットもですね、チェリープロファイルがあるという感じなので、このチェリープロファイルに関しては、あんまり嫌いな人はいないよというようなキーキャップのプロファイルになってますという感じです。続いて2点目なんですけれども、キーキャップのですね、厚さですね、見ていければと思うんですが、1ミリと出ましたので、大体1ミリと思っていただけるといいのかなと思っております。で、一般的なキーキャップの厚さっていうと、大体 1.4 ミリとか 1.3 ミリぐらいが多いので、そこから比較すると薄めではあるんですけれども、ただ今回これはですね、メタルでできてますので、薄ければ薄いほど音がですね、そのままの音
つまりそのキーキャップの音にならなくてコトコトっていう音になりにくいんですけれども、今回に関しては重さがめちゃくちゃありますので、その点はですね、この後聞いてもらいますけれども、コトコト音が楽しめるキーキャップセットになっているよというところになってます。続いて3点目なんですけども、全てがメタルという点もですね、特徴的かなと思ってまして、今回のキーキャップセットですね、軸も含めて全てがメタルだという点はめちゃくちゃ珍しいなというか、よく作ったなという感じになってます。はい、見ていただいて分かるように、ここのですね、軸が他の例えば木だったりすると、ここレジンとか ABS とかで作られてたりとか、あとはセラミックである、はい、こちらのセラキーとかもですね、ここの軸のところが ABS で作られてるんですけれども、このオーキーズに関しては全てがメタルで作られているというところが非常に特徴的だなという感じです。続いて4点目なんですけども、キーの数ということですね。はい、こちら見ていただくと、もうホームページ見ていただくとですね、一番分かりやすいんですけども、こんな感じのセット内容になっていますので、シフトのバリエーションもありますので、はい、今こちらまさに導入しているこのQK65 というキーボードに関しても、ここはですね 1.75 のシフトがあったりもしますから、確実に様々なレイアウトに合わせることができますよというところが、このキーキャップセットの特徴かなというふうに思っております。そして5つ目が無刻印という点になってます。レジェンドがあった方がいいかない方がいいかっていうのは本当に好みかなと思ってますので、サテンゴールの時は、はい、こんな感じで以前上げた動画になりますけども、刻印がついてたんですが、今回のこちらに関しては無刻印という形になってますので、本当にですね、めちゃくちゃスタイリッシュに決まるというようなキャップになっているという感じですから、この辺はですね、もちろん好みが出るのかなと思いますが、その点含めてですね、刻印がある方がいいのかない方がいいのかは判断いただけるといいのかなと思います。それでは次のチャプターではですね、この打鍵音打鍵感チェックしていければと思います。はい、それではここからはキーキャップのですね、キーボードに取り付けて音をですねチェックしていければと思います。で、今回使用するキーボードに関してはこちらの QK65 というキーボードになってまして、アルミニウムのケースにポムのスイッチプレート、そしてガスケットマウント構造を取ったもので、ギャチュラのこちらの、はい、マイショーというですねキースイッチが入っているという形になってますので、これをぜひ聞いていただいて、音がどんなものなのかというところをチェックしてもらえればと思っております。で、これを聞いていただいた後にですね、せっかくなので、この音の違いということで、このキーボードにですね、シグニチャープラスティックスという、はい、こちらのキーキャップを取り付けたもの、こちらは PBT 製のプラスチックのものになるんですけども、この音の違いというのをですね、楽しんでもらえればと思いますので、まずはオーキーズ聞いてもらって、その後にシグニチャープラスティックスを聞いてもらえればと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ここからはですね、せっかくなのでということで、キースイッチごとにどれぐらいこのオーキーズをですね、楽しめるのかというところをチェックしていければと思います。で、何を隠そう、先ほども言ったんですが、この 1U は 8g、そしてスペースは 30g もありますので、キースイッチを選ぶ必要があるという点は出てくるのかなと思っておりまして、そこをですね、ちょっとサテンゴールドの時は実験ができませんでしたので、今回こちらのチタンブラックの方ではしていければと思います。で、今回見ていくのはグラム数と、そしてキースイッチの種類ですね、リニア、タクタイル、クリッキー、これをですね、いろいろ試してみて、実際その他鍵オンのところをチェックしていければと思いますので、あとはスペースが上がるかどうかというめちゃくちゃ大事なところもあると思いますので、それチェックしていければと思います。で、全てを見終わった後に、ちょっと私の方からですね、感想というか、はい、お伝えをできればなと思っておりますという感じです。で、何のキースイッチを使っているかに関しては動画の中のところに書いておきますので、そこでチェックしてもらえればと思います。それではお楽しみどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。見ていただいて上がるキースイッチ、上がらないキースイッチがあったのが分かったかなと思います。で、私のおすすめとしてはリニアに関してはですね、ボトムアウトフォースが 50g 以上ですね、ここはあった方がいいのかなと思ってます。やっぱ反発力という部分においても、ボトムアウトフォースで 50g ないとちょっと心もとないかなと。特に、1U はいいとして、やっぱりこのですね、スペースに関しては特に 50g 以上のものを用意した方が確実にいいのかなと思ってますので、この 1U であれば最初の 28g とかのものであったとしても問題なく上がってきたんですけど、ただやっぱりこの反発力というか跳ね返りも含めて楽しむという部分においては、やっぱ 50g ぐらいがですね、1U だったとしてもスペースだったとしても欲しいのかなというところが私の感想という感じです。あとですね、意外にタクタイルだったりクリッキー、これらがね、合うなというところがやってての感想という感じです。特に 1U のところだったりすると、反響音を彼らがですね、うまく生み出してくれますので、結構面白いですし、クリッキーなんて自分の音プラスこのメタルの音を楽しませてくれるので、結構好きだったという感じです。ただし、クリッキーに関してはなぜかなんですけど、このスペースのところがですね、戻ってこなかったので、もしかしたらキースイッチだけがそれだったのかもしれないんですけども、一旦ちょっと私の方で試したところは、このスペースに関してはクリッキー戻ってこなかったので、その点はちょっと注意いただければと思います。はい、そうしましたら、プロ&コンズという形で良い点、悪い点をですね、ここからお伝えできればと思っております。まずは良い点ということで、4つあるかなと思っております。で、まず1点目が、これはですね、かっこいいよ、スタイリッシュだよという点はお伝えできればと思ってます。先ほどの冒頭にお伝えした通り、サテンゴールドとも似てくるんですけども、めちゃくちゃスタイリッシュで、もう金属って感じです。はい。なので、アルミニウムのケースにメタルとかって合わせてくるとめちゃくちゃ映えが良くなりますし、ちょっとこれですね、ポリカーボネートとかと合わせてないんですけども、きっと合うのかなと思いますので、そういう意味でもスタイリッシュなキーボードを作りたいという方にはおすすめかなと思ってます。で、2点目に関してはこの無刻印はですね、結構いいなという感じです。無刻印といえば HHKB ですけれども、そんな感じのイメージですよね、本当に。ここにホーミングキーがあって、打てるというところも含めて、もちろん慣れないとちょっと打ちにくい部分はあると思いますけど、とはいえスタイリッシュなキーボード、先ほどの1点目と被ってきますけども、作りたいという方にはこの無刻印というのもですね、おすすめだなという感じになってます。で、良い点の3点目ですけれども、どのレイアウトでも比較的合うなというところは、やっぱいい点に挙げておきたいなと思ってます。で、ISO にも対応してますし、暗視だったとしても、先ほども言ったように、この 60% の65% かすいません、のキーボードにもしっかり合うような、スペースキー入ってます。スペースだったり、シフトキーだったりって入ってますので、その点含めてですね、どのキーボードのレイアウトにも合いやすいというところはいいんじゃないかなと思ってます。ただですね、HHKB のレイアウトのような 7U に関しては、このデフォルトの方には入ってませんので、その点はちょっとご注意いただいて、もらえればなと思ってます。一応聞いた話だとこの 7U のところは別で販売されるということではなってるんですけれども、ただちょっと今共有いただいている LP、はい、こちらになってきますけれども、にはですね、ちょっとこの 7U とかの別途のセットの販売のことに関しては今のところ記載がないので、ちょっとここアップデートを待っていただけるといいのかなと思います。4点目ということで、この金属音とコトコト音最高だなというところです。特にこのスペースですよね。これをたまに押した時のカンっていう音がですね、私はたまらなく好きです。はい。なので、これ嫌い好きあると思いますけども、僕は本当に好きで、これがもうスペースを押しまくりたいという風になってしまうくらいの音で、これはもうある意味唯一無二の音になってきますので、その点は皆さんもお好みであれば、まさにゲットしていただけるといいんじゃないかなと思います。続いてダメな点ということでお伝えできればと思うんですけど、2点かなと思ってます。まず1点目はもう確実にですね、値段というところは悩まれる方多いのかなと思ってます。チタンブラックが定価で4キュッパ、で、サテンゴールドが6キュッパになりますので、やっぱりこの点に関しては通常のキーボードを買うレベルの値段感になってきますから、やはりここの部分はですね、今回クラファンで早割りというものがあって、チタンが37,350円で、サテンゴールドが52,350円ということで 25% オフになるわけですけれども、それでもですね、やっぱり悩まれる部分は多いのかなと思いますので、できるだけ疑問点あれば私の方にコメントいただければできるだけ返せればと思いますし、公式のオーキーズさんの LINE ですね。これも概要欄に貼っておきますけども、から質問していただければ中の方がですね、丁寧に答えてくれますので、そこはですね、疑問点、不安点、解消してから購入していただけるといいのかなと思います。そして2点目なんですけれども、このですね、ステムの部分が緩んだ時に、ちょっとですね、自分で調整が必要だよという点は少し嫌だなという感じです。で、器具としてはこういうものをですね、はい、セットに入ってくるんですけども、これを使って、このステムのここの部分をですね、はい、広げたりとか、キュッと閉じたりすることによって、このですね、ステムの緩みだったり、硬さっていうのを広げていく、調整していくという形になりますが、そこをちょっとやんなきゃいけないという点は、特に初心者の方に関してはですね、怖いのかなと思
います。実際私もこのスペースのところがちょっと緩くてですね、外れちゃうので、今回コン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 とトンカチで叩いてですね、これを使いながらやったんですけれども、やっぱそこちょっとヒヤヒヤしながらやったので、はい、その点は少し怖い方もいるのかなと思いますが、とはいえ、そこの分慣れてくれば問題ないと思いますし、オーキーズさんのホームページ、もしくはTwitter の方でもですね、この点やり方載ってますので、そこでやってもらって見てもらうのがいいのかなと思っております。で、総じてということですけど、すごくかっこいいですよね。本当に。あと音がすごくいいので、やっぱ他のキーキャップ、ABS とか PBT とか、そういうようなキーキャップではですね、音出せないようなところをこのキーキャップセットであれば出してくれますから、こういう音が出したい、あとはこういう質感欲しいという方はぜひ検討いただければと思いますので、ぜひですね、ホームページチェックいただいて欲しいかどうかという点を検討いただければなと思っております。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパップ TV ではこの形で新しいキーキャップの紹介定期的に行っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録していただければと思いますし、もしこういう企画で動画投稿してほしいということがあれば、ぜひコメント欄からお寄せいただければと思います。またですね、過去に挙げたキーキャップの再生リストに関しては上のところに貼り付けておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。